皆さんこんにちは、ビエンです。今回の動画はですね、鳥取県の観光スポットグルメ紹介でございます。去年の10月2泊3日で鳥取県を観光しました。その時に行ってよかったところをご紹介していきます。実際に回った順番でご紹介するので、鳥取観光モデルコースとしてもぜひ参考にしてみてください。またこのチャンネルでは国内旅行をメインに旅行 Vlog や観光スポット紹介を投稿しております。これを機に高評価やチャンネル登録して応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。励みになります。よろしくお願いいたします。それでは早速ご紹介していきます。鳥取旅行におすすめのスポットその1、白兎神社でございます。白兎神社は日本神話稲葉の白兎に登場する白兎神が祀られている神社です。日本医療発祥、また日本最古の恋物語の地としても知られているそうです。2010年には恋人の聖地にも認定され、縁結びのパワースポットとしても人気だそうです。近くには道の駅神話の里白うさぎや白兎海岸があります。この海岸沿いの景色がめちゃくちゃ綺麗だったので、白兎神社の参拝時にはぜひ一緒に観光してみてください。鳥取旅行におすすめのスポットその2、砂の美術館でございます。2006年から始まった砂像彫刻展示専門の施設です。もともとは屋外で展示をしていたそうですが、人気が出てきたことで2012年に建物を建て今の形になったそうです。世界各国から一流の彫刻家を呼び制作しており、大迫力で美しい砂像を楽しむことができます。また材料はなんと砂と水だけだそうです。ちなみに材料の砂は鳥取砂丘の砂を使用しているそうです。砂の美術館は毎年展示内容にテーマがあるそうで、私が行った時はフランスでした。そして展示入れ替えのため2025年1月6日から4月24日までは休館だそうです。2025年4月25日より営業開始だそうで、今年のテーマは日本だそうです。営業時間は朝9時から夕方6時まで、料金は大人1人800円でございます。鳥取旅行におすすめのスポットその3、回転寿司北海道駅南店でございます。島根県や鳥取県で展開しているお寿司屋さんです。ここのお寿司がめちゃくちゃ美味しかったのでご紹介させていただきます。ちなみに私が行った時は平日でしたが、11時半で28組待ちでした。しかし混んでいるのも納得。コスパのいいお寿司をたくさん堪能することができました。特に炙り3貫など3貫盛りシリーズがおすすめです。営業時間は11時半から22時。鳥取駅から歩いて20分くらい、車だと5、6分くらいの場所にあります。鳥取旅行におすすめのスポットその4、鳥取砂丘でございます。日本を代表する海岸砂丘で大自然が生み出した美しい景観を堪能できます。実際に歩いてみてびっくりしました。かなり広かったです。まるで海外に来たかのような雰囲気を楽しんだり、丘の上から絶景を眺めたりしました。駐車場から丘の上までは歩いて10分から15分くらいかかります。そして丘の上はすごい強風なので帽子はない方がいいかもしれません。ちなみに砂漠と砂丘の違いなんですけど、超ざっくり説明すると、砂丘は風で運ばれた砂が作る丘のことで、砂漠は降る雨の量よりも蒸発する量の方が多い地域のことだそうです。鳥取旅行におすすめのスポットその5、浦富海水浴場でございます。鳥取県人気ナンバーワンの海水浴場とも言われるそうです。ここ浦富海水浴場は山陰海岸国立公園に含まれるとても美しい景色の海水浴場です。またビーチの西側には荒砂神社や展望台もあります。私が行った時は散歩しようと思ったんですけど、急にねめちゃくちゃ雨が降ってきちゃったんですぐに退散してしまいましたが、ここはただぼーっと景色を眺めるだけでも来る価値があるなと思いました。アクセスは鳥取空港から車で30分くらいの場所にあります。鳥取旅行におすすめのスポットその6、鴨ヶ磯展望所でございます。
独特な景色を見ることができるビュースポットです。ここの複雑な入り江に複数の小島が浮かぶ景勝地です。先ほどの浦留海水浴場から近いので一緒に観光するのがおすすめです。駐車場から展望台までは歩いて5分くらいでした。下へ続く遊歩道もあり、ちょっとね雨だったんで行かなかったんですけど、おそらくここを降りていくとビーチに出れるのかなと思います。鳥取旅行におすすめのスポットその7、光林屋敷でございます。鳥取駅から歩いて7分くらいの場所にあるお店です。鳥取旅行1日目の夕食で利用しました。個室でのんびり美味しい料理を堪能できて最高でした。あん肝ポン酢やあんこうの唐揚げ、かつおたたきなどをいただきました。ちなみにあんこうの唐揚げは初めて食べたんですけど、肉厚ですごい美味しかったのでおすすめです。営業時間は17時半から深夜0時30分、定休日は日曜日だそうです。そしてですね、鳥取旅行1日目に泊まったホテルをご紹介します。初日に泊まったホテルは鳥取駅から歩いて7分くらいの場所にあるホテルモナーク鳥取でございます。こちらの広々としたツインルームを利用しました。また1階には天然温泉があり、サウナもついていたのでのんびりリフレッシュすることができました。また翌朝には朝食バイキングも利用しました。特にですね、牡蠣がめちゃくちゃ美味しくてね、何個もおかわりしてしまいました。鳥取旅行におすすめのスポットその8、辰巳台でございます。浜村海岸の東に位置している展望台です。日本海の絶景を180度眺めることができます。駐車場は広く車は止めやすかったです。展望台まではこの階段を登っていくとすぐに着きます。アクセスは鳥取空港から車で20分くらいです。鳥取旅行におすすめのスポットその9、魚見台でございます。先ほどの辰巳台から西に5キロほど進んだ場所にある展望台です。昔イワシ漁の際に展望台から魚を探して大声で漁船に指示をしていたことから魚見台と呼ばれているそうです。個人的にはこっちの方が展望台が広々としていて景色も良かったです。また目の前にあるこの橋の雰囲気も個人的には好きです。鳥取旅行におすすめのスポットその10、道の駅ハワイでございます。鳥取県のほぼ中央に位置している道の駅で東郷湖を一望することもできます。大山観光に向かう途中に休憩で利用しました。ここにはお土産屋さんやレストランもあります。そして駐車場から 3,4 分歩いたところに展望広場があり、こんな感じの景色を眺めることもできます。ちなみに途中の道で巨大なバッタにも遭遇しました。鳥取旅行におすすめのスポットその11、鶴屋でございます。由利浜町にあるお店です。ランチで利用し刺身天ぷら定食をいただきました。この豪華さでなんと1300円です。コスパよく刺身も天ぷらも堪能できて最高でした。アクセスは鳥取空港から車で40分くらい、大山エリアからだと車で1時間くらいです。鳥取旅行におすすめのスポットその12、コナンの家米花商店街でございます。ここは名探偵コナンの世界観を再現した複合施設でございます。フォトスポットやレストラン、ショップやカフェもあります。また駐車場から南に歩いていくとコナン大橋があり、さらに奥まで進んでいくとジン・ウォッカ像もあります。せっかく来るならここも一緒に観光するのがおすすめです。ちなみにアクセスは鳥取空港からだと車で40分くらいです。また北に進んでいくと青山豪商ふるさと館もあります。鳥取旅行におすすめのスポットその13、成石の浜でございます。ここはゴロタ石という楕円形の石がたくさんある海岸で、波によって石同士がぶつかるときに何とも不思議な音が鳴る自然海岸です。またですね、石が鳴ることからよくなるで縁起のいい場所ともされており、石に願いを書いて海に投げ込むと願いが叶うとも言われております。駐車場から成石の浜までは歩いて 3,4 分くらいです。そしてここの美しい景色とゴロゴロと鳴り響く低音がですね、とても心地よかったのでぜひご覧ください。鳥取旅行におすすめのスポットその14、鳥取県立大山自然歴史館でございます。
大山の歴史や自然について楽しく学べる施設です。大山エリアを観光する際にここで事前学習しておくのもおすすめです。営業時間は朝の9時から夕方5時まで。米子空港からだと車で50分くらい。鳥取空港からだと車で1時間半くらいかかります。鳥取旅行におすすめのスポット、その15、豪円山のろし台でございます。大山の素晴らしい絶景が見れるビュースポットの一つです。ここは豪円山スキー場ゲレンデから登山道を15分ほど登った場所にあります。私は10月にここを観光しました。このすすきの雰囲気とね、日差しも相まってね、展望スポットまでの歩いているこの道のりの雰囲気もね、めちゃくちゃ良くて感動した記憶があります。鳥取旅行におすすめのスポット、その16、角幡山大泉寺でございます。大泉寺は約1300年前に金蓮上人によって開山されたそうです。この風情のある階段がとても印象的でした。駐車場からは歩いて5分くらいです。またですね、大泉寺の脇道っていうんですかね、川沿いの方に向かって進んでいく遊歩道みたいなのがあるんですけど、そこを進んでいくとですね、川が見えまして、ちょうどね、日差しの向きっていうかね、時間帯もあってめちゃくちゃ景色が綺麗でした。大泉寺も観光するという方はぜひここの川沿いも一緒に歩いてみてください。鳥取旅行におすすめのスポット、その17、大神山神社奥宮でございます。先ほどご紹介した大泉寺の近くに参道入り口があります。御祭神は大名鞭の神、ご利益は五穀豊穣などだそうです。ここの参道は自然石を敷き詰めており、長さはなんと700メートル。これは日本最長だそうです。奥宮までの道のりがね、ほんと神秘的な雰囲気で眺めも良かったです。ただ足元が若干不安定なのと距離もあるので20分くらいは歩くと思います。なので参拝するときは歩きやすい靴と服装で行きましょう。続いて鳥取旅行2日目に泊まったホテルをご紹介します。2日目に泊まったホテルはここ。メルキュール鳥取大山リゾートスパでございます。結論から言うと、たった1泊だけのために泊まるのはかなりもったいないホテルです。今回はツインルームの部屋に宿泊しました。こんな感じでめちゃくちゃ広いです。ちなみにここは鳥取空港よりも米子空港のが近いので、大山を拠点にしてですね、鳥取島根を観光するという方はここで2泊3泊泊まるのもめちゃくちゃいいと思います。そして何よりね、ここのビュッフェが本当に最高だったので、絶対にこれはね、食べてほしいですね。そしてここはね、山の方にあるホテルとは思えないくらいね、クオリティが高くてね、もう素材がいいっていうのもあるんですけど、今まで泊まったホテルのバイキングで一番美味しかったです。お値段はそこそこするかもしんないんですけど、これはですね、価格以上の価値があると思いました。しかも種類が豊富でまんべんなくどれも美味しいので、ちょっとずついろいろ食べないとね、すぐお腹いっぱいになっちゃうんでね、ほんとね、これ何を食べるか選ぶのがめちゃくちゃ難しかったです。そしてこの担々麺がめちゃくちゃ美味しかったので、もし宿泊する時にあったらぜひ食べてみてください。鳥取旅行におすすめのスポット、その18、大山増水高原天空リフトでございます。ここは晴れの日に絶対に訪れたいスポットの一つだと思います。駐車場から 1,2 分歩いた場所にリフト乗り場があります。ここにはヤギもいました。そしてまるで天国に続いているかのような景色をリフトに乗って進んでいくと、こんな感じの展望エリアに到着します。展望エリアにはこんな感じで記念撮影を楽しめる場所がいくつかあります。のんびり景色をぼーっと眺めたりね、記念撮影するのが好きな人におすすめのスポットだと思います。ちなみに営業時間は朝の9時から夕方5時まで。定休日は基本的にはないそうで、冬の期間は休業だそうです。料金は大人1人往復1500円でございます。鳥取旅行におすすめのスポット、その19、鍵掛峠展望台でございます。この展望台からは大山の美しい南壁を見ることができます。また駐車場やトイレもあります。私が行った時はこんな感じで緑色の景色だったんですが、紅葉シーズンはかなりね、美しい景色に変わるそうなので、ちょうどシーズン中にこの辺りを旅行する方はぜひ立ち寄ってみてください。
鳥取旅行におすすめのスポットその20、大山牧場ミルクの里でございます。ここはのどかな風景が続く大山放牧場内にあるレジャー施設でございます。こんな感じで間近に牛を見ることもできます。またですね、この中にはレストランがあって、ここで食べたミルクラーメンが超美味しかったので、立ち寄った際にはぜひ食べてみてください。他にも白バラ牛乳を生かした製品やフードメニューが豊富にあるので、大人も子供も楽しめると思います。ちなみにこの白バラコーヒーシュークリームおすすめです。この時はまだ日差しが強くて暖かかったので、こんな感じで外の景色をぼーっと眺めながらソフトクリームを食べました。鳥取旅行におすすめのスポットその21、北荷沢渓流でございます。北荷沢渓流はとても神秘的な景色が広がっており、自然の中を歩くのが好きな方におすすめなスポットです。また駐車場から数分歩くだけで景色のいいエリアに行くことができるので、サクッと観光したい人にもおすすめです。また途中で道が分かれている場所もあり、滝があったりもしました。両方観光するとだいたい15分から20分くらいかかります。しかしどっちの道を進んでも景色が良かったので、せっかくだったら両方観光するのがおすすめです。鳥取旅行におすすめのスポットその22、三机三つ目の棚田でございます。ここでしか見られない独特で美しい景色を眺めることができるビュースポットです。記念撮影にもおすすめです。このまっすぐ続く道と棚田とその背景に見える山がね、もうほんと最高のコラボレーションで、この日は晴れていたのでさらに美しく景色を眺めることができました。鳥取旅行におすすめのスポットその23、南大山観望展望駐車場でございます。南大山にある駐車場で、ここからも美しい景色を眺めることができます。この南大山大橋がいい味を出しているので、南大山エリアも観光するという方はぜひ立ち寄ってみてください。鳥取旅行におすすめのスポットその24、小山池青島公園でございます。小山池は鳥取市街の西側に位置しており、周囲は 16km、面積 6.9 平方キロメートルで、広さはなんと日本一だそうです。とても景色が良く、ただ歩いているだけでも楽しいスポットです。アクセスは鳥取空港から車で15分くらいの場所にあります。空港から近いので旅の最後のビュースポットとしておすすめです。鳥取旅行におすすめのスポットその25、鳥取砂丘コナン空港でございます。ここはもはやコナン君をテーマにした観光施設といっても過言ではありません。様々な場所に名探偵コナン君にまつわるスポットがあります。フォトスポットもあるので、ぜひ時間に余裕のある方は回ってみてください。そして最後に鳥取県2泊3日の旅の観光ルートをざっくりとご紹介いたします。1日目は鳥取市をメインに観光しました。そして2日目は鳥取県の北側を西に進んでいき、大山に向かいました。そして3日目は大山の南側を観光し、そのまま東に進んでいき、鳥取市に戻りました。てな感じで今回は鳥取県の行ってよかった観光スポット&グルメ紹介でした。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひ高評価やコメント、チャンネル登録などして応援していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。